ねえねえマリサ、大変なのよ。どうしたんだ？レイム、そんなに血相を変えて。さっきここに来る途中でね、ものすごく変わった車を見たのよ。なんかこう、今までに見たことない形なの。ほう、見た目に何か特徴はなかったのかい？ボディは真っ赤でね、近未来っぽいデザインのクーペだったわ。そう、ミラーがなかったわ。近未来っぽいデザインで、ミラーがない？お、わかったぞ。さてはこれだったんじゃないか？これよ、これ。すごいデザインの車ね。どこの国の車なの？これは、ザガート・ステルビオという車で、れっきとした日本の車なんだよ。これが国産車なの？てっきり会社だと思ったわ。にしても、どうしてミラーがなくていいのよ。もちろん、ないわけではないんだぜ。よし、わかった。今日はザガート・ステルビオについて、解説しよう。とても気になるわ。よろしくお願いします。このチャンネルでは、世間からはあまり注目されない、マニアックな車を中心に紹介していこうと思うんだ。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。そもそもザガートってどんな会社か知っているか？ザガート？聞いたことないわね。どこの国のメーカーかしら？俗に言う自動車メーカーではないんだ。ザガートはイタリア、ミラノに本拠を置くカロッツェリアなのさ。カロッツェリア？カーナビしか思い浮かばないわ。日本では馴染みないよな。カロッツェリアっていうのは、馬車を作る工房という意味のイタリア語で、いわばボディだけを作るメーカーのことなんだ。ボディだけ？そのままじゃ走れないわね。カロッツェリアが全盛期だった頃は車の構造が今と違うのさ。今の車はフレームとボディが一緒になったモノコックフレームが主流だろ？昔の車はフレームとボディが別々なのが一般的で、ボディは別の会社が作ることが多かったんだ。へえ、そうなんだ。フレームとボディで別々の業者が作って、後から組み合わせていたのね。ああ、自動車メーカーはシャシーとフレーム、エンジンやミッションなどのパワートレインまでを作って、お客さんは好みのデザインを外注して、車を完成させていたんだ。その外注先の一つが、カロッツェリアのザガートってわけさ。ってことは、自分だけの好きなデザインの車を作ってもらえたってわけね。夢みたいな話だわ。今の時代もそんなシステムがあればいいのに。今もあるにはあるんだけどな。ただ考えてみろ。当時はトラックやバス、タクシーなんかが中心の時代で、乗用車なんて高値の花だった時代さ。自分だけのオリジナルカーを発注できた人なんて、ほんの一握りの貴族階級だったわけで、ステータスの証だったのさ。それもそうよね。一台一台専用に作るわけだし、コストがかかって仕方ないわよね。話がだいぶ逸れてしまったな。そのザガートなんだが、歴史はとても古く、1919年創業の老舗だ。フィアットにランチや、アルファロメオと名だたるイタリアのメーカー御用達で、レーシングカーを作ったりもしてたんだ。どれも飛行機みたいでかっこいいわ。なんだか先進的で斬新なデザインが特徴ね。そうなんだ。空力特性を生かしたデザインが得意なんだ。そこでそんなザガートと日産の合作、ステルビオが生まれたのが今から30年以上も前で、1990年頃のことさ。そんなに昔の車だったのね。てっきり10年くらい前の車かと思ったわ。すごいデザインだよな。単純にかっこいいというより、ザガートらしいオリジナリティやユニーク性、気をてらった感がたまらん。それで開発はオーテックが担当したんだ。オーテック？日産の名車、名車たちを生み出してきた、オーテックね。ってことは走りの面は完璧ね。ああ。ちなみに名前のステルビオとは、アルプス山脈にある峠の名前で、当時オーテックの社長だったスカイラインの名付け親、桜井慎一郎が命名したらしいんだ。ベースとなった車は F31 系のレパードで、エンジンは 2960cc、V6DOHC ターボで、最高出力280馬力と当時としては十分なスペックだ。ただ4速 AT のみで、スポーツカーというよりは、ラグジュアリークーペ的な側面が強いな。まあ、あまり速く走るための車ではなさそうよね。優雅に山道を走るのが似合う車だわ。車重も1500キロを超えているしな。外装はイタリアの職人によるアルミ合金叩き出しのボディにカーボン製のボンネットと、恐ろしく手間暇とお金がかかっているんだ。内装は基本的にレパードとの共用なんだが、ダッシュボードは全面本革張りで、ウォールナットの本木目パネルも追加されている。シートはイタリア製の高級な本革を使用していて、本当に抜かりはないんだ。名門カロッツェリアならではのハンドメイドによる職人技で、かなりゴージャスな仕上がりになっているぜ。さすがはバブリーな時代の車ね、恐ろしいわ。気になるのはそのお値段だけど。気になるだろ？決して安くはないんだ。なんと1780万円。当時のメルセデス・ベンツの S クラスが1365万円だったから、それよりも高額だったことになるぜ。1780万円？高っ？ハンドメイドとはいえ、レパードがベースのクーペにしては、かなり強気な値段ね。まあここまでこだわって作られているからな。価格があだとなってなのか、総生産台数は100台弱なんだ。予定では200台ほど生産する予定だったみたいだけどな。100台？
それでも私は多いと感じちゃうわ。100台も売れたのって思っちゃったけど。私もこれまでに2、3回しか見たことないぜ。それとこの車には面白い部分がいくつもあるんだ。まず最初に言っていた話の続きだが、サイドミラーはないんじゃなくて、フェンダーにミラーを内蔵していたんだ。内蔵？文字通りフェンダーミラーね。その影響でフロント周りがぼっこり盛り上がってるだろ？デザインを描いてる時に、付け忘れてたんじゃない？って思っちゃうわ。それがそうなんだ。フェンダーミラーは日本やイギリス以外の国では一般的ではなくてな。ザガートのスタッフはフェンダーミラーの存在を知らなくて、開発の時に困惑したらしいんだ。あはは、面白い話ね。それと、運転した人が言うには、運転席から左のミラーが、絶望的に見えづらいらしいんだ。よく見るとボンネットの左側だけ切れ込みが入っているのがわかるぜ。苦し紛れの解決策だったんだろうな。なんか、途中で気がついて、焦って削ったようにも見えなくもないわね。それと、ヘッドライトの形に見覚えがないか？このフォグが特徴的な3連のプロジェクターライト、どこかで見たことあるような。ヒントはオーテックだから、日産なんだぜ。察しのいい視聴者様ならもうお気づきだろうが、これは S13 シルビアのものだ。ほんとだ。使い方でだいぶ印象が変わるものね。Z32 のヘッドライトがランボルギーニディアブロに使われているのは有名な話だよな。安心のメイドインジャパンだぜ。総生産台数100台弱のうち、そのほとんどが日本で売られたんだ。カラーはブラック、ネイビー、グレー、シルバー、そして赤の5色の展開だが、イタリアっぽいイメージなのか、圧倒的にイメージカラーの赤が多い気がするぜ。ただでさえ目立つデザインなのに、赤だと余計存在感があるわね。90年代に突入して、生産効率が重視され始めた時代に、ここまで手間暇をかけてハンドメイドで作られたこの車はもはや芸術品だよな。ディティールを見るとハンドメイドならではの味や温かみを存分に感じ取ることができる、素晴らしい車なんだぜ。ちなみに、今買うことは難しいのかしら？今流通している中古車を調べてみると、4台ほどヒットしたぜ。生産台数が少ない割に、時々流通している印象だぜ。それだけ大切にされがちな車なんだろうな。相場はざっと見て300から700万円ってところだ。決して安くはないけど、そこまで高すぎない感じだな。まあ元が1800万円以上した車だもんね。たとえそのくらいの値段でも、考え方次第ではバーゲンプライスなのかもしれないわね。数年ほど前まではここまで高くはなかったけど、この車の価値が理解されてきたのか、少しずつ高くなってきた印象だ。もし買おうとしている人がいたら一応アドバイスだ。いくら有用パーツが多いとはいえ、外装系のパーツは見ての通り専用品だらけなんだ。だから外装の状態がいい個体を探すべきだと思うんだ。しっかりと屋内で保管されて、綺麗に乗られてきた個体に巡り会えたらラッキーだぜ。私この車、そこまで嫌いなデザインじゃないわ。最初見た時はって思ったけど、見れば見るほど可愛く見えてきたわ。私もいい車だと思うぜ。人と被りたくない車が欲しいという人にはおすすめかもな。最後に、超マニアックな話なんだが、この車には兄弟車が存在したんだ。兄弟車？なんだか嫌な予感がするわ。これなんだ。ガビアという車さ。思ったより、見た目は普通というか、少しマイルドなのね。そうなんだ。これは超レア車というか、ほとんど流通していない幻の車なんだ。ウプ主もガビアは実車を一度も見たことがないらしい。もし見たことある、乗っているなんて人がいたら、ぜひコメントしてほしいんだぜ。ということで、今回はザガートステルビオについて解説してみたぜ。最後まで見てくれてありがとうな。この動画が面白いと思っていただけたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。ではでは。